おう。はい、ということで台の原森林公園に来ました。日曜だからそこそこ人いますね。やっぱりちょっと散歩しようと思うんだけど、どこ歩こうかな。あっち行きましょう。やっぱりここの公園、近道のルートを見つけてから結構早く来れるようになりましたね。ただ勾配が結構あるんで、大変ですけど。ということで今日は日曜日で10時くらいにゆっくり起きてご飯食べて外に出てきたところです。ちょっとね、いろいろやることが溜まってるんですが、気分転換で外に出てきて、いつもここの公園でいつものテーブルと椅子があるところでちょっと作業しようかと思って出てきました。今日あったかいんですよね。7度あります。7度ってね、あったかい気温ではないですけれども、最近雪が降ってて、もう本当に0度とか氷点下になるような日もあって結構寒かったので、7度って結構あったかく感じますね。なんかすごい外出てきても、うわすげえあったかいと思ったし、手袋とかもしなくていいくらいだし、上着も正直暑いくらい、暖房もね暑くて止めましたね。やっぱ人間慣れるもんなんですね。本日はこの GoPro12、ヒーロー12ブラックで撮影してます。やっぱ GoPro いいですね。結構なんだろうな、使用頻度としてはそんな高くないんですけれども、つなぎのタイムラプスを撮ったりとか、そういうね、なかなか GoPro でしか撮影できない映像っていうのがあるので、かなり動画のクオリティも上がって面白いですね。で、今散歩動画とかも、これ今 GoPro を買った時についてきたコンボセットみたいなのでついてきたスティックですね、グリップみたいなのに装着して撮ってます。こんな感じで手に持って長回しするときとか、あとなんかスノボとかやるときみたいな、ああいうときはこのグリップはめちゃ楽ですね。 GoPro 本体を指のピッチ力だけで持つより、こう握る力っていう方が人間楽だし、映像も安定するので、これかなり楽で、やっぱりね iPhone とかで撮影するとなると、やっぱ最近の iPhone ってかなり手ブレ補正能力が強いんですが、やっぱそれでも結構プレビューで見てるとブレてるなっていう感じするんですよ。で、結構なんか喋りとかに夢中になっちゃうと、その手ブレのこととか忘れて結構映像ブレブレになっちゃったりとかするんですけど、 GoPro の場合はこれもう本当に自転車とかに直接つけても手ブレしないぐらいの、もう超強力な手ブレ補正がついてるので、もうなんだろうな、手ブレするシーンでの撮影が想定されてるカメラじゃないですか。かなり過酷なシーンでの撮影が想定されてるカメラなので、手ブレ補正能力とかもかなり強くて、なのでこうやって
手に持って歩ってるくらいでは本当に全くと言っていいほど手ぶれしないので、やっぱこう喋りに集中できて、仕上がった映像の質も高いんですよね。そして撮影も楽っていう。だからこういう時いいんですよね。本当はね、欲を言うとね、こういう散歩動画とかでは、なんだっけ、DJI ポケット、オズモポケットか、あれが欲しいんですよね。DJI のジンバル内蔵カメラというか、ジンバル型カメラですね。あれがかなり、こういう歩き撮りには向いてるんじゃないかと思って、逆に結構なんか精密そうなカメラだから、アクションシーンとかでは使えないかもしれないんですが、やっぱあれってこう物理的にこうジンバルで、手ブレ補正してくれるので、こういう、あと、本体がそもそもスティック状になってるので、握って撮れるっていう。だから、こういう歩き撮りにはもってこいのカメラだと思うんですけれども、いずれはあれで撮ってみたいですね。多分あっちの方が楽だと思います。そして GoPro よりさらにちっちゃいんですよね。で、あとその、付属してくる、DJI マイクみたいなのがあるんですよ。あれがなんかすごく、音がいいらしくて、めちゃくちゃ、評判いいらしいんですよ。なのでちょっとそれも使ってみたいなっていうのがあるんですけれども、でも GoPro 十分、こういう歩き撮りにも使えますね。で、GoPro の、画角というか、いろいろ、ワイドとか、いろいろ、その、視野角というかあるじゃないですか。あれの設定を GoPro 買った時から、何で撮影すればいいかっていうのは結構迷ってて、動画の中でも、それ設定いろいろ変えてみたりとかして、撮影してたんですが、で、一番いいと思って今対応してるのが、リニアプラス水平補正っていうやつです。リニアっていうのがすごく手ブレ補正が強いモードなのかな。で、そのリニアだけのモードもあるんですけど、それに加えて水平維持も追加された、モードを使ってますね。なんかその画角調整するとこのスライドで一番下のやつです。だから一番強力な手ブレ補正がかかった上で水平補正もかかってるっていうモードなんですけれども、結構自分の散歩動画とか、なんだろう、こう手に持って撮影した動画で、よくよく見てみると映像が傾いてたりすることがあるんですよね。やっぱり意識して撮ればいいんですけど、なんか喋りながらこう喋りに意識がいっちゃったりとかすると、どうしてもなんか癖で傾いてっちゃうんですよ、映像が。そういうのが iPhone で撮ってた時は起きてたんですが、この GoPro の水平維持って、GoPro 12からか11からかめちゃくちゃ強力になって、なんならカメラを1回転させても映像の水平が保持されるくらい水平維持って強力なんですよ。だから少しカメラが傾いたぐらいじゃ全く水平はブレずに撮影されてくれるっていうので、かなり楽です。これは撮ってて一番楽なんですよね。もう適当に撮ってても手ブレはしないし、水平も保持してくれるしっていうので、多分ね、水平保持とか水平維持保持、このモードがあるのって多分 GoPro くらいだと思うんですよね。普通のカメラとかスマホには多分搭載されてないんじゃないですかね、今のところは。 GoPro と、あとあれかな、オズモポケットとかにもあるのかわかんないですけどね、そういうカメラくらいだと思うので、これは有効活用しようということでかなり楽ですね。あと自転車とかに取り付けてタイムアップ撮影したりとかする時もあったんですけれども、それ水平保持をオフにして撮ると結構ね、やっぱり自転車ってタイヤが2輪しかないわけなので、車と違って横に傾くじゃないですか。やっぱそういう時に水平維持ないと結構ね、気持ち悪い映像になったりするので、やっぱ大事ですね。あとハンドルがね、自転車の構造上ちょっとね、ハンドルの斜めったところに装着してるんですよね。だから
自転車自体が水平保てててもデフォルトで映像が傾いてしまうという感じなので、やっぱり乗り物に乗せるときも水平保持はかなり大事なのかなっていう。だからもうあれですね、もう GoPro はこれ常にこのリニアプラス水平保持のモードでいいんじゃないかなと思いますね。もう多分当分この設定のまま変えずに使うと思います。もう本当これが楽すぎて。で、それより広角で撮れるモードもあるんですけれども、それにすると映像が歪んじゃうんですよね。ワイドとかなんだっけ、スーパーワイドだかハイパービューだかっていうモードがあるじゃないですか。それで撮ると映像がこう脇の方とか歪んでしまうので、やっぱりなんだろうな、本当に広い画角で撮りたいときはそれでもいいんですけど、やっぱりなんかそれ気持ち悪いなと思って、このねリニアっていうモードがリニアプラス水平時のモードだと映像が歪まないんですよ。これ端っこの方に行っても物体が歪まないじゃないですか。なんかね、こうやってパンするときに結構その魚眼っぽい感じだと、やっぱ iPhone の超広角ってすごい広く撮れるし、画角的には十分だなと思います。でも iPhone で撮ると iPhone で超広角にすると手ブレ補正が弱くなっちゃうんですよ。あと画質も劣化しちゃうしっていう感じで、もちろん水平保持とかはないので、それ GoPro で撮れるっていうのはいいですよね。もちろんなんかあまり乗り物とかにくっつけたくはないですしね。 iPhone なんかそういう使い方は想定されてないんで、もしかしたらぶっ壊れるかもしれないっていうのがあるので、やっぱりそれが GoPro の魅力ですよね。結構僕の見てる YouTube 撮ってる人とかで GoPro ゲットして最初はやっぱ画角広い方がいいよねって言って、こう一番広い画角で撮ったりするんですけれども、結局なんかその後戻してたりするんですよ、このリニアプラス水平保持に。だからやっぱりみんなこれが使いやすいのかなって思いますね。使い分けられるのが一番なんですけど、 GoPro 多分このモードが最強ですね。ということで、なんかいつも作業してるスペースまで歩いてそこで作業する予定だったんですが、結局この旭ヶ丘駅の方まで来てしまいましたね。いい散歩になったからいいんですけど、どういうルートで戻ろうかな。ちょっと違うルートで戻って公園一周することになりますけど、もう一回あそこの作業スペースというかただの休憩所ですけど、自分が勝手に作業スペースにしてるだけなんですけど、そこに行こうかな。結構この公園でかいんですけれども、喋ってたらあっという間に一周しちゃいましたね。いやー、ここの池綺麗なんですよね。いや、いいですね。めちゃくちゃのどか。何せ今日寒くないっていうのがいいですよね。7度で寒くないっていうの感覚がおかしいのかわかんないですけど、個人的には寒く感じないので。秋の7度と冬の7度って違いますよね。冬の7度の方が圧倒的に暖かいっていう、秋の15度くらいに感じます。旭ヶ丘駅のとこまで歩いてきました。今タイムワープでちょっと歩いてるところを撮ってみたんですけれども、多分歩いてタイムワープ撮ったのは初めてじゃないですかね。結構ね、歩き撮りにも使えるんですよ、タイムワープって。やっぱりそのタイムラプスとの違いとして、タイムラプスって完全に固定して撮らないといけないんですけれども、タイムワープって手ブレ補正が効くタイムラプスみたいな感じなんですよ、タイムワープは。なので結構歩き撮りとか、もちろん乗り物に乗ってる時もタイムワープの方がいいっていう。なのでもう本当になんていうんだろうな、ドローンで撮ってるんじゃないかっていうスーっていう映像が撮れるんですよ。なのでこうなんだろうな、歩いてる様子撮りたいんだけど、別にそんな喋ることもないし、等倍速で再生すると飽きられてしまうんじゃないかっていう時にタイムワープで
まあ今15倍速で撮りました。まあ編集時にちょっといじってるかもしれないですけれども、オリジナルは15倍速で、最大30倍速まで撮れますね、タイムアップは。なのでこれも活用すると面白いんじゃないですかね。多分ね、普通に撮った映像を倍速してもいいんだけど、それだとやっぱりなんて言うんでしょうね、不自然になっちゃうんじゃないかな。手ぶれとかどうなの、やったことないんで分かんないですけど、まあとにかくタイムワープ結構便利です。やっぱ一番はね、あれですね、今手に持って撮ったんですけれども、やっぱこういう時になんかいつも基本的に自分はバックパック背負ってるので、そのバックパックの肩掛けベルトのところにマウントするやつ、調べるって言って調べられてないんですけれども、あれがあると完全に手で持つ必要もないので、両手開くし、なんだろうな、別に撮ってるっていうことを意識せずにカメラに気使わないで散歩に集中できるんですよね。なのでバックパックの肩掛けベルトにマウントして散歩っていうのが、タイムアップっていうのが結構その散歩中のタイムアップとしてはベストな環境なんじゃないかなと思いますけどね。ここの旭ヶ丘駅を通ると必ずトイレだけ借りてくっていうのが定番になってますけれども、いつもバスに乗ってるんでね、いいでしょう。そしてですね、編集してて、編集したり自分の動画見たりしてて思うんですけれども、 GoPro の映像やっぱちょっとね暗いんですよね。結構みんな言ってるんですけれども、 iPhone とかで、比較対象は iPhone しかないですけど、 iPhone とかででもみんな暗いって言ってるから、やっぱり普通のカメラより暗いんでしょうね。 GoPro 以外の映像と比べてやっぱ GoPro ってちょっと撮れる映像が暗いなと思って、あとなんか逆光とかにも比較的弱いなっていう感じがするんですよね。だからちょっと GoPro の映像を使うときは編集で明るさ上げた方がいいのかなと思いますね。でもどうなんだろうな、下手に明るさ上げると不自然になるのかな。その場合は明るさいじらずに使いますが、ちょっとね GoPro もう少し明るく撮れるように GoPro 13の時に期待ですね。ログとかで撮るといいのかもしれないですね。ログで撮影してで編集するときに自分で色いじるっていう。ログ撮影もちょっとねやってみたいと思ってるんですよね。今普通に撮ってるんですけど、ログで撮影してやっぱり自分でなんかちょっとね少しカラグレとかしたりはしてるんですが、やっぱりもっと自分の世界観を出せるような色味にもうちょっと近づけたいっていうのと、やっぱりねログ撮影じゃないと限界があるんですよね。あんまり色をいじりすぎるとすごい不自然になっちゃうんですよ。なのでちょっとログ撮影をやってみたいですね。 GoPro だと設定からログ撮影ってできるんですけど、問題は iPhone なんですよね。 iPhone でどうやってログ撮影するかっていう、iPhone 15からだと多分ログ撮影できるんですよね。 iPhone 15、15 Pro だと Apple ログっていうのがわかるんですけど、なんかログ撮影とにかくできるみたいなんですが、自分13なんですよ。13の場合どうやってログ撮影をするかっていうのがあって、なんかアプリを使うとできるみたいなんですよね。なんか少し調べてみた感じ、iPhone 14とか13でもログ撮影できるようにするアプリみたいなのがあって、そういうのをねちょっと調べて使ってみるっていうのもありかなと思いますね。なんか有料みたいですけれどもね、それが買い切りのアプリなのかサブスクリプションなのかもわかんないですけど、なんかいろいろあるみたいなので、どれがいいかっていうのも調べてやってみようかなと思いますけどね。ログ撮影もねいい感じに撮れるようになるまではなかなか時間がかかりそうな予感がするんですけれども、まずその iPhone でうまく GoPro ではね設定変えれば撮れるんですが、 iPhone で無事ログ撮影ができるかっていうのと、あと編集でうまい色味を
作れるのかっていうのとかもありますし、あとあれですね、今のこの iPhone でログ撮影ができたとしたら、この iPhone と GoPro っていう組み合わせだといいんですが、なんか他のカメラも組み合わせて撮るってなった時に、ログ撮影ができるカメラっていう、条件が出てきちゃうんですよ。ログ撮影ができるカメラじゃないと Vlog では使えないっていう、その縛りが出てきちゃうので、それも難しいところですよね。結構ね、ちゃんとしたいいカメラ買うと、ほとんどのカメラログ撮影できると思うので、いいんですけれども、そういう縛りもあったりとか、あと、ログ撮影って基本的に色が薄くなるわけじゃないですか。後編集しやすいように。だからそうなると、そのまま映像を使うっていうことが難しくなるわけじゃないですか。だからなんだろうな、YouTube 用に撮ったんだけど、ここだけ切り取って、Twitter とかそういうのに上げたいっていう時に、使えなくなっちゃうんですよね、やっぱり。別にそのまま上げてもいいんですけれども、色がない映像になっちゃうっていう。だから、ちゃんと色編集して YouTube に上げるんだったらいいんですけれども、その YouTube 用に撮った映像を、なんか他の、プラットフォームに無編集で上げたりとか、人に、動画ファイルを渡したりしたときに、色薄っていう感じになっちゃうっていう問題もありますね。でもちょっとログ撮影、すごい興味があるので、ちょっと今度やってみます。まずあれですね、iPhone でどのアプリ使えばいいかっていうのと、本当にログ撮影が無事 iPhone でできるのかっていうのも調べないといけないですね。いやー、大野原森林公園一周してしまいました。もうかれこれ1時間以上経ってますが、この公園結構でかいんですが、一周しましたね。戻ってきましたよ、最初の場所に。ちなみに GoPro のバッテリーの残量は 14% です。公園ここに着いて、てかあれだな、家からここに来るのもタイムアップ取ったんですけれども、ほとんど家出てから電源切ってないんですよね。すぐ撮影開始できるように、ずっと電源入れっぱなしで、モニターとかは 1,2 分すると消える設定になってるんですが、撮影してる時以外もずっと常に電源オンにしてる状態で、1時間半ぐらいで 14% になるっていう感じですね。少しね、動画のつなぎで GoPro 使うぐらいだったら、少しタイムアップ取るぐらいだったら、バッテリー1本で十分ですけど、やっぱりGoPro 結構、こうやって長回しするとかってなると予備バッテリー必須ですね。結構ね、最初 80% ぐらいあったんですけど、やっぱりバッテリー減りますね。そしてこれが、今、そんなにめちゃくちゃ寒いわけでもないので、このくらいのバッテリーの減り方で済んでるんですが、これがさらに氷点下とかになったらもっと減り早いと思うので、そこも懸念点ですね。今バッテリー2本、GoPro のバッテリー2本持ってるんですけれども、やっぱちょっと2本じゃ心配だなっていうところがあるんですよね。なのでバッテリーちょっと買い足したいのと、あと充電方法ですね。GoPro のバッテリー、今、どうやって充電してるかっていうと、GoPro に挿して、で、GoPro 本体についてる Type-C のポートから充電してるんですよ。それしか今、GoPro のバッテリー充電する方法ないんですけれども、これだと GoPro のバッテリー1個ずつしか充電できないわけなんですよ。なので、GoPro のバッテリーね、バッテリーの個数分時間がかかってしまうっていうのと、バッテリー充電してる間カメラが使えないっていう、電源さしたまま使えばいいんですけれども、バッテリー充電の効率悪いし、充電中カメラが使いにくいっていう問題があったりとかするので、ちゃんとバッテリーを充電するためのドックみたいなのがあるんですよ。バッテリーを2つか3つ同時に充電できるドックみたいなのがあるんですけれども、それが欲しいですね。そうするとバッテリー、複数のバッテリー同時に充電できるし、充電してる間 GoPro 使えるんですよ。なので、それもちょっと要検討ですね。それがね、純正のやつがいいのか、やっぱり純正が一番いいんだろうけど、結構お値段が張るので、サードパーティー製のやつでもいいのかっていう。で、純正のやつだと2つまでしか充電できないんですよ、同時に。でもサードパーティー製のやつだと3つぐらいできるものが中にはあるので、それもあれですね、信頼できるメーカーであれば買ってもいいんですけれども、ちょっとそれも調べて買おうかなと思いますね。やばい。残量 9%、1桁になっちゃいましたね。
容量は全然十分ですね。今日撮りまくったんだけど、まだ2時間12分も撮れる。この前買ったサンディスクの 128GB の SD カード挿してるんですが、128で十分ですね。4K の 30fps で撮ってますが、普通に十分という感じですね。128じゃ足りないから256とか買おうかなと思ってたんですけれども、多分128で事足りると思います。あと、もう一つ 64GB の SD カードあるので、容量問題は多分大丈夫なんじゃないかな。4K の 60fps とか HDR とかで撮ったらわかんないですけれども、多分十分だと思いますね。ちなみに靴。いつもね、普段出歩く癖でスニーカー履いてきちゃうんですけれども、そうすると、ここ結構舗装されてなくて、石ころなので、痛いんですよね。足に刺さるんですよ、ソールが。スニーカーって薄いから。で、今回ちゃんとこれ、走る時とか用に買った、ナイキの比較的ソールが分厚めの、ランニングシューズなのかな。そういうのを履いてきました。なので、こういうとこ歩いてても、一切痛くはないですね。やっぱこういう靴が優れてるんだな。やっぱあと、スニーカーとかよりも、これなんか上の部分が全部布でできてるタイプのやつなので、靴が足の形に、なってくれるんですよ。なので、長距離歩いてても楽っていう。やっぱいいですね。足もあんま痛くならないし、やっぱり靴って大切ですね。さあ、着いた休憩スペース。ここあんまり使われてるの見たことないんですけれども。ていうかあれだな、ここの公園あんまりこういうスペース、いっぱいあるんですけど、使ってる人が全然いないという。場所移動してきました。めちゃくちゃ快適でした。いや、手が冷たいですね。やっぱり、なんだろうな。歩いてるとそこそこあったかいんですけれども、その場にじっとしてるとやっぱ寒いし、何より手が冷たいな。PC 操作してる時に、手袋しないで素手でやってるとかなり冷たいし、あとMacBook ってアルミでできてるじゃないですか。アルミがめちゃくちゃ冷たくなって、冷たいんですよね、手が本当に。それもあると思います。ということで、だんだん暗くなる前に戻ろうかな。ちなみに、日没はまだだと思いますが、だんだん太陽の角度が低くなってきて、暗くなってきてますが、GoPro どうでしょうね。やっぱりね、GoPro ね、暗所性能はやっぱ弱いかなと思ってて、結構、手ブレ気をつけてても、この前映像見たらブレブレだったんですよ。大野原入り口まで1キロ。今、暗所とまではいかないですけど、まあちょっと暗いかなっていう感じがするんですけれども、映像どうでしょうか。でもね、この前ね、そう、リニアじゃなかったんですよ。ワイドとか、ウルトラワイドとか、そういう手ブレ補正が最強ではないモードで撮ってたので、それもあるかもしれないですけど、どうでしょう。今、リニアプラス、水平保持で撮ってますけど、一番 GoPro の中で手ブレ補正が強いモードなんですけれども、まあでもね、このぐらいの明るさだったらいけるんじゃないかなって思います。プレビューで見てる感じもそんな問題ないし、そういえば GoPro よりも映像が綺麗なカメラを知ってて、最近出てきて
結構有名になってると思いますけれども、インスタ360のエースプロっていうカメラがあるんですよ。あれがすごい、多分 GoPro よりもセンサーサイズでかいのかな。で、めちゃくちゃなんか写りが明るくて、で、ライカのレンズを使ってるのかな。ライカと、共同開発したレンズかなを使ってるみたいで、なので、アクションカムの中では最高峰の画質っていうカメラが出てきて、うわ、それめっちゃいいなと思って、GoPro よりも明るく撮れるし、なんかすごいいいらしいんですよ。それでディスプレイがフリップできて、バリアングルが使えたりとか、あるんですよね。なので、ちょっと GoPro より高いんですけれども、GoPro 次買い替えるってなったら、なんかそっち側のも結構ありなんじゃないかなって思うんですよね。で、取り付け方法あるじゃないですか。そのアクセサリーとかに取り付ける、方法として、GoPro だとこう、下の部分から、なんか、なんだっけ、マウントフィンガーが出てきて、それと、マウント側をネジで固定するみたいな感じなんですけれども、エースプロの場合は、なんか専用の、なんて言うんだろうな、マウントプレートみたいなのがあって、それでなんか、ワンタッチでカチャッとマウントできるみたいなんですよね。こう GoPro みたいにネジでやらなくても、なんかワンタッチで着脱できるみたいで、なんかそれもすごい便利だなと思うんですよね。なので、めちゃくちゃ気になってます。そのインスタ360 S Pro。結構ね、この最新の GoPro 12との比較動画とかも結構出てるんですけれども、なんか明らかにそっちの方が画質いいんですよね。GoPro も十分いいと思うんですけれども、エースプロが良すぎるっていう感じで、なんかすごいなっていう感じはしますね。でもこういう GoPro とかアクションカム系ってなかなか違うブランドに買い替えるのハードル高いですよね。だってマウントとかバッテリーとかそういうのって各社専用のものじゃないですか。GoPro だったら GoPro 専用で、そのインスタ360だったらそれ専用のやつで、DJI だったらそれ専用みたいなやつみたいな感じなので、かなりね GoPro から GoPro の買い替えだったら前のやつで使ってたものをそのまま使えると思うんですが、メーカー側も簡単に乗り換えられないように意図的にそれやってると思うんですけど、だからなかなか違うブランドのアクションカムに乗り換えるっていうのは結構勇気いりますよね。カメラとかだったら三脚穴みたいなのがあったりとか、GoPro もそれはそうなんですけど、ある程度普通のカメラの方が汎用性があるんですが、やっぱりこういうアクションカムってやっぱちっちゃいだけあって、各社専用のものが用意されてるので、なかなか GoPro から変えるのはやっぱり GoPro なのかなみたいに思ったりして、またどういうアクセサリーがあるかとかも調べたり研究したりしないといけないので、なかなかそこら辺のそれも面白いんですけどね、そんな感じですね。でもやっぱりね、耐久性的には GoPro の方が上らしいんですよね。それにシェアも GoPro の方が高いじゃないですか。だからいろんな情報も出てるし、そのマウントとかもサードパーティー製のものとかもすごいいっぱい出てるので、やっぱりそれ考えると GoPro が正解なのかなっていう感じもするんですけれども、なかなかそこら辺も面白いですよね。やっぱこのくらいの時間帯になってくると iPhone がいいですかね。 GoPro から切り替えるとかなり明るく感じますね。 iPhone 今標準の広角レンズで撮ってますが、これだとね夜になってもあまり手ぶれとかしないし、結構な暗所でも明るく撮れるんですよね。ちょっと画角が狭くなりますけれども、超広角でも撮れることは撮れますね。こんな感じかな。明らかになんか解像感が下がったような感じしますが、やっぱり iPhone の超広角も暗所には弱いんですけれども、暗所撮影はこの iPhone の標準レンズがめちゃくちゃいいです。これ13でこれなので、今現行の15とかだともっといいと思いますよ。